カッパドキアの洞窟ホテルで2泊してからホテルを離れる朝になりました。この日は出発が早かったので朝食も6時からでした。それに間に合うように起きたのでまだ薄暗い時間帯の起床となりました。今回の旅の中でこの洞窟ホテルが一番心に残る宿泊施設でした。印象深かっただけではなく、洞窟という名前の響きからは想像できないほど居心地の良いホテルだったので、いつの日かまた泊まってみたいなと思っています。6時になってカフェテリアへ向かう時間になると、空も随分明るくなってきて、ちょうど良いタイミングで太陽が昇るのをカフェテリアのテラスからも眺めることができました。ここは周辺と比べると少し高台になっている場所なので、さらに街を見下ろすような感じで眺めも良かったです。そして映像には映っていませんが、遠くに肉眼でも気球が飛んでいるのを少しだけ見えたりもして、ホテルを出発する前に素晴らしい日の出の景色も楽しむことができました。この日はまず洞窟ホテルのあるカッパドキアを出発して、バスで195キロ離れたボアズカレという名前の町へ向かいます。毎日かなりの距離の移動をバスでしていたわけですが、乗っている私たちも大変といえば大変でしたが、この旅の間ずっとバスを運転されている運転手さんは本当にすごいなと思っていました。途中の小さなパーキングエリアでおしゃれなコーヒー飲料の瓶を見つけました。ちょっと日本にはないタイプなんじゃないかなと思います。そして目的地へ向かう途中で通り抜けた街でも感じましたが、トルコのマンションの色使いが私の目にはちょっとオリジナルの雰囲気に感じました。街の光景にもオリジナリティが出ますよね。まずはじめに訪れたのはボアズカレにあるヤルズカヤという名前の遺跡です。この場所の意味は刻まれた文章という意味で、すでに文字を粘土板に刻む文明で、実際に丘陵からはたくさんの粘土板が発見されているそうです。紀元前13世紀のヒッタイト文明の時代のもので、ここには岩の形をそのまま利用した野外神殿の遺跡があります。驚くことに外に設置されたまま現在にまで至っているものですが、その岩に彫刻された数々のレリーフが現在でもきれいに浮き彫りになっているのがわかります。長年にわたって屋外に置かれているこの状態でここまで保存されていること自体にまず私は驚きました。この神殿の遺跡があるこの場所は人口が1200人ぐらいの小さな村で、外を歩いている通行人もほとんど見かけず、そしてこの遺跡になっているのが私たちだけのグループなので、静まり返っている空間にいるとまるでなんか時間がそこで止まってしまっているような気分にさえなります。でもここが紀元前16から13世紀のヒッタイト帝国の時代には首都であったことを考えるととても興味深いです。この野外神殿は A と B の2つの部屋に大きく分かれています。数々のレリーフの中で、例えば A の部屋には象形文字を右手に掲げていると見られる建立した王のレリーフがありました。 A と B の部屋の前に広がる傾斜の部分は今は石の枠組みしか残っていませんが、当時は僧たちの部屋だったそうで、壁は日干しのレンガ、そして屋根は茅で覆われていたそうです。やや狭いトンネルのような入り口の B の部屋には、見た目は A の部屋よりも状態が良いレリーフがあって、入るとすぐに紀元前13世紀の王の姿があり、大きなくぼみも両側に見られます。これは神に捧げる生贄などのお供え物を置く場所だったそうです。そして12人の地下の神と言われるレリーフもとても鮮やかに残っていました。しばらくこの遺跡を観察してから近くにある町のレストランへ移動して昼食となりました。お客さんは私たちのみで静まり返っていました。いただいたスープは野菜を煮込んだもの、メインはお肉の鉄板焼き、そしてデザートはトゥルンバをチャイとともにいただきました。このデザートの見た目は短いチュロスのようで、それをシロップに浸したものですが非常に甘かったです。食後に向かったのは先ほどの遺跡から数キロ離れたハットゥーシャ遺跡です。先ほどの遺跡も含めて大きく捉えると同じ遺跡のエリアになっています。
まずレプリカで建てられている城塞が目に入ってきますが、ここはヒッタイト文明の終わりまで皇帝たちはここで暮らしていたそうです。この建物の中には図書館などもあったそうです。そして丘の上の石組みのみが残っているエリアを見学しました。ここは大神殿があって、長方形の形をしたものは祈りの前に身を清めるところだったそうです。ステップを登りながら左右を見渡して、ここに実際に建物が広がっていたことを想像するととても興味深いです。ここは史上初めて鉄器が使われ出した場所でもあります。完璧な円形の穴が建物の土台のために開いていたりもして、当時の高い技術が忍ばれます。ここには一つだけ大きな緑色の石がありますが、この石は他と全く異なる質の石で、生贄をここで処理したというような説もあるそうです。元はエジプトから送られたとも言われています。この大きな景色を眺めていると、ここに実際に建物があったらかなりのにぎわいだったのではないかと想像できます。一説には約6万人がここに暮らして、市場の役目のバザールもあったそうです。またヒッタイト文明は進歩していて、内閣制度も当時存在していたらしいです。次に訪ねたのはライオンゲートと呼ばれる場所で、ここは自由に向こう側まで門を通っていくことができます。気づくと一方の壁はとても綺麗に四角い石が積み上げられているのに対して、反対側の石の積み上げ方が全く異なっていて、ごちゃごちゃしていました。これは工期とか作業員の手が足りなかったのでしょうか。意外なところで人間味を感じてしまいました。反対側にある対になっているライオンは、片方はレプリカになっています。元はこのライオンの門の上はアーチの形になっていたそうです。次はスフィンクスの門のトンネルです。ここは表示にもあるように三角形のトンネルが斜めに傾斜して作られていて、ヒッタイト王国の城壁の棒よりも使われていたそうです。約70メートルのトンネルを下る先には出口が見えるのですが、実際に歩いてみると光が届かない土地は全く自分の目では何も見えずに、足元は斜めでぬかるんでいてかなり狭いので冒険のようでした。かなり怖かったです。これが反対側から見た様子ですが、当時は敵が来るとこのトンネルにわざと通して敵を迎え撃ったらしいです。次の王の門は、これまで見たライオンの門、スフィンクスの門と同様に城壁の一部の門でした。王という名前ですが、戦士の形のレリーフです。これはレプリカで、オリジナルのものはアンカラにあるアナトリア文明博物館に展示されています。ちょっと面白いのは、この手のげんこつ部分でグータッチするように記念撮影できます。ここも門を通過して向こう側へ出て、かつてのヒッタイト王国の広大さと技術の進歩に思いを馳せることができます。こうやって細やかにさまざまな場所で遺跡を見学できるとは当初は想像していなかったので、とても興味深く、またかつて教科書でしか目にしたことがなかった文明を目の当たりにしたことで、深く学べる機会を得ることができました。さて、遺跡巡りと別れを告げて、いよいよ首都のアンカラに向かいます。バスの窓から見える景色もガラッと変わっていきます。アンカラは政治と行政の中心であって、人口は首都ではありますが、イスタンブールに次いで2番目に多い570万人の都市です。1923年の共和国樹立とともに、議会や省庁が集中する都市となっています。先ほどまで滞在していたボアズカレからは約200キロの移動でした。産業も盛んで、バスの窓からは家具メーカーが連なっている通りもありました。新しいアンカラスタジアムともトルコ最大のスタジアムになるそうです。バスでの長距離移動の末に、この日泊まるホテルに到着しました。街中にある5つ星ホテルでした。新しくはありませんが、ホールも清潔感があります。こちらでウェルカムドリンクのジュースをいただきました。お部屋もきちんと整っていて過ごしやすかったですが、やや水回りやコンセントの数は改善の余地があるかもという感じです。
荷物を置いてから夕食の前にすぐ近くの町のスーパーへ行ってみました。ミグロスという名前のスーパーです。こちらのスーパーはトルコでは最大のスーパーチェーンで、街中やショッピングモールによくあるみたいです。この店舗自体はあまり大きくはありませんでしたが、日常の食品などの他にも旅行客たちにとってはお土産になりそうなトルココーヒーやチャイ、そしてお菓子などもいろいろ売られていました。個人的には種類が豊富な蜂蜜とかトルコの名産でもあるオリーブに興味が惹かれました。ここでは私もハーブティーとチョコレート菓子をいくつか買ってみました。再びホテルに戻り、夕食の時間まで少しお部屋で休憩してから食堂へ向かいました。長距離を移動したこともあって少し疲れてはいましたが、ここでも置かれていたザクロソースがとても気に入っていたので、サラダにたくさんかけて美味しく食べました。デザートの練乳を固めたようなスイーツも慣れるととても美味しくて、トルコはデザートのバラエティに富んだ国なのだなと感じました。さて翌日はまた早起きをしてイスタンブールへ向かい、モスクやバザールを訪れます。引き続きどうぞお楽しみに。